こんにちは、きこです。今日もインドからお届けします。本当にね、いろんなイベントなどありがとうございました。楽しかったですね。今ね、すごく休んでるんですけど、日々。そうだな。やっぱり今回は、お話ししたいことはね、やっぱりいい人なんかにならなくていいっていう話ですね。私とかもさ、やっぱりこういろんな人に YouTube とか見てもらって、あきこさんはこういう人みたいな感じのイメージとかついてると思うし、よくほら女神様みたいとかなんかこう言っていただいたりするんだけど、ものすごい毒舌なんですよね。とんでもない毒舌なんですよ。私結構きついんですね。旦那さんとかも昨日とかもかなりきついこと言って落ち込んでたしね。なんかそういうきついんですよ。かなりきついんだけど、そういうこうなんていうの、見た目で勝手なこうなんていうのイメージってやっぱついたり、あとそのなんていうのかな、まあヘラヘラしてること怒られたりもするんだけど、なんていうのかな、それにこう期待に応えようとする自分がいたりするんですよ。やっぱりそういう毒舌やめようかなみたいなとか、だけどやっぱり私のキャラとしてはやっぱ言いたいことバシッと言いたいし、なんていうの、いい人になろうとすると違うキャラを作るってことですね、自分が。そういうとこがあって、で、なんていうのかな、地球の一般的ないい人っていうのは結構自分が作っちゃってる可能性もあるんですよね。だから一般的に言ういいお母さんとかいいお父さんとかいいお姉さん、いい妹、いい子供、なんていうのかな、この子はよくできた子だとかね、いい奥さんですねとかね、いい旦那さんですねとか、なんていうのかな、本当に理想的な夫婦とかね、理想的な家族とか、もちろんそういう風な感じでなんか勝手にそうなってただったらいいんだけど、無理をしてそういうものにならなければと思ってるとしたら、別にそれはやらなくていいっていうことだと思う。むしろそういうのをやらなくちゃいけないって自分の中の観念が入ってて、それをそういう自分を演じてる可能性もがあるから、そうすると多分今結構きつかったりすると思うんですよね。こういうなんていうの、本当の自分じゃないといられないような時だから、でもっともっとそういうのが出てきちゃうと思うのね。そうだから自分の気持ちに本当正直であるっていうことかな、やっぱ。本当にね、私なんて本当とんでもないお母さんだからね。雷鳴っちゃってるもん。雷鳴らしちゃったのかしら。わかんないけど。いいお母さんじゃないよ。私は全然そうじゃない。ご飯作んないから。まずご飯作んないでしょ。で、勝手にご飯食べちゃうし。で、子供がなんか相談事とか、あと泣いてたりしても、自分の気持ちが乗らなければ大丈夫とか言わないもんね。泣いてなさいみたいな感じで。そうそう。最近ソニー一番下の息子がさ、本当に調子に乗るんですよ。なんていうのかな。大声で泣けば全部自分の言うことが叶うって思ってから、今日あれだったもん。朝またさ、ギャーって泣いたからピシッてやっちゃったもんね。そう、痛いみたいな。久しぶりに叩かれたみたいな感じで、なんていうのかな。それでまた泣き、ちょっと嬉しそうだったっていうね。優しくだよ。ピシッてでも。叩かれたみたいな感じでやったりとかしてて、本当に全然いいお母さんじゃないし、いい奥さんでもないもんね。旦那さん仲いいよ。旦那さんと仲いいし何でもいいやんだけど、なんていうのかな、旦那さんにいろいろ言われても無視したり全然言うこと聞かないし、なんていうのかな、尽くすタイプでも尽くしてって全然言われないしね、そういうとこは楽な部分であるんですけど、まあ一般的ないい奥さんではないっていう話ね。そうそう。あ、ラクちゃんちょっと来て。ラクちゃんに聞くといいよね。私さ、いいお母さんではないよね。なんで一般的ないいお母さんですか、私。くしゃおじさんみたいな。そうじゃないよね。あ、そういいお母さん。でも嫌なもの嫌だって言うよね。で、いつも何やってる私。お菓子食べて、あとゴロゴロしてるもんね。本当に、ほんとこんな感じで、お菓子そんなお菓子食べてないでしょ。いつもチップスを。いつもチップス食べたり、食べたい時にね。いつもチップスを山ほど買って。じゃあみんなのために買ってんじゃん、ポンポコ。そうそう。っていう感じで、大量にいっぱいお菓子とか買ってきて、一人食べて、で、みんな隠しといて、でもみんな子供たちが、
あって全部なくなってるみたいな、それの繰り返しだよね。じゃあみんなにあげたりするんだけど、もうね1日で食べちゃうんですよ。だから隠してあるのに全て食べられるみたいなことを繰り返してるね。でも頑張っていいお母さんはやってないよね。頑張ってはない。頑張ってはいつこれなんですよ。前は頑張ってたんですよ。日本では頑張ってたんです。すごい。OK だよ。OK のスーパーで働いてた時はもうちょっと早く閉めて雷が来ちゃうからね。そう。椅子があるからもうちょっと待ってください。そうそう。こういう感じでもうすぐ子供を押したりとかチキンみたいな感じで全然いいあれじゃないんだけど、正直ではあるよ。正直であるっていうことですね。でやっぱりさ、なんて言うんだかな、いい人になろう、スピリチュアルとかもそうだけど、やっぱりこう高次元につながってくると綺麗なものだけにつながってたいっていう願望も出てくるんだよね。光だけがいいっていう感じもあるんだけど、やっぱりさ、自分自身そうすると自分自身のこういう闇の部分っていうか、腹黒い部分も絶対持ってるから、私持ってるから、毒舌結構厳しいもんね。超厳しいんですよ。誰も聞いてくれないんだけど、なんか結構バシッっていう時言うから、そういう部分をさ否定することになっちゃうじゃないですか。だけど両方あるのが自分っていう感じだし、なんかこう、そうだからいい部分だけをやっぱ自分、怖っ、雷がやべえな。大丈夫、まだいける。奥さんたちにちょっと雷になってからうわー、怖い、これですよ。こういうね、カーリーみたいな、こういう雷とかカーリーみたいな、こういう部分持ってるっていうことだと思うんですよね。取りきれないかな今日。とにかくさ、やっぱりそういう部分を絶対否定、あとほら子供に対してさ手あげるとかっていうのもやりたくないけど、本当に聞かない時ってあるんですよ。とんでもなく聞かない時ってあって、もうなんていうのかな、その時とかもうつね食ったりするからね、みたいな感じで、イエーみたいな感じで、いいみたいな感じでやったりするし、これがいけない、これが悪いとかじゃなくて、でも真剣に向き合ってはいるっていう感じかな。でも全然いいお母さんじゃないし、いいお父さんじゃないし、なんていうの、いい人じゃない、全然。でもこれが私だって思うし、自分の気持ちに正直でいたいって思うから、全然やっぱりね、作らないというか、作る自分は逆に気持ち悪いなって思っちゃうからね。そうだから本当にこう自分の気持ちに正直に言ってほしいっていうことなんですよね。で私たちってさ、やっぱりこう具現化しちゃうんですよね。具現化っていうのはなんかすごい人みたいな人がいると、この人は全部が素晴らしいんだろうなって、こう自分と分離させて考えて、その人が悪いところなんてないんだろうなみたいな感じで、すごいこう存在にやっぱりしちゃうんですよ。だけどもうその遊びやめようよって、同じ等身大、さっきだって私お腹コーヒー飲んでトイレ駆け込んだりみたいな感じでずっとトイレ入ったりとかそういう感じだし、なんていうのかな、同じだっていうことですよね。誰もがやっぱり創造主であって、みんながニュートラルで同じなんですよ。みんな素晴らしい存在であるっていうことだし、やっぱり今まで考えていた分離っていうのから統合ですからね。みんなが同じ存在っていうことをやっぱりずっと発信したいし、これからもメゴすごいよ。ちょっとメゴ防通愛知ね、のんびりとおばさんたちのんびりと喋ってるけど、こっち側に洗濯物が干してあるのにね、インド人はのんびりだな。見える？わー、すごいね。全然聞いてないっていうかね、もうのんびり屋さん、これから大雨が降るっていうのにね、これなんですよ。本当にここの部分は本当にこう、なんていうのかな、自分自身のなんかいい部分だけを見ないというか、汚い部分みたいなとこも大好きみたいな、大好きというか認める、もちろん持ってるってことですね。であまりにも苦しい部分とかっていうのはやっぱり手放していくといいと思うんだけど、持ち続けたって全然いいんですよ。そういうのも楽しんじゃえばいいし、私は毒舌な部分はやっぱりある。やだみたいな、なんかそういう部分とかもあるし、でもいい人をやっぱり演じようとしたりするところとかもたまに出てきたりするよね、やっぱし。だけどそれすごくもうなんか気持ち悪いし苦しくなってくるっていうか、演じようとしてるっていうわけじゃなくて、やっぱりこう、なんていうの、みんなに求められてる自分になろうとしたりするんですよ、人間って。そういう風に。だけどもうその時代は終わったって思うから、もうすごい雨が大量に降ってきたから、こんな感じで終わろうと思います。とにかくこれですよ、みんなのための雨が降ってきたぞみたいな、雷が降ってきたぞみたいな、
雷ちょっとね本当に身の危険があるんですよ。雷が。出ますよ。はい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 。すいません。じゃあちょっとラクちゃん椅子をお願いします。椅子を持ってっていただいて立ちますので、まあそんな感じですね。わかったかな。ここね大事なんですよ。本当にいい人になろうとするっていう感じの。いい人なんてね、一般的ないい人なんて結構ね苦しい、その人も周りも苦しくなってる可能性があるから、そんなことやんなくていいから、そのまんまの今の自分を認めてあげてください。完璧ですから、そうすると自分も楽になるし、周りも楽になるし、私も昨日旦那さんにバーって言ったじゃない。でもね旦那さん今日すごいすっきりした顔してたもんね。やっぱり私がはっきり言うことによってあるんだと思うよ。でソニーとかね、ソニーに怒ったりとかして、一番下の息子に怒ったりしたけど、怒られて嬉しそうだったもんね。嬉しそうじゃないよ。すごい泣いてたよ。すごい泣いてたけど嬉しそうだったじゃん。すごい泣いてたんだよ。隠れて泣いたりそういうのも大事。全部オールオッケーっていう感じですね。ではではまた撮ります。ではでは。